どうもこんにちは、ギターショップトニックの小沢です。今回はギブソンフライング V についてやっていこうと思います。はい、変形ギターの代表格ですよね。実はですね、このフライング V なんですけど、登場してから67年とかなり歴史のあるモデルなんですね。はい、今回はですね、そのフライング V の歴史だったり特徴だったり解説してサウンドチェックもやっていこうと思います。ということで本編へどうぞ。まずはじめにですね、ギブソンフライング V の歴史について語っていこうと思うんですけども、1958年ですね、ギブソン社から登場したエレキギターになってまして、同期はですね、エクスプローラーとモダーン、変形ギター3兄弟とか言われるらしいんですけども、ただモダーンに関しては製品化まで至らなかったというような話ですね。登場した当初はですね、ボディとネックにコリーナを採用しておりまして、 V 字型のテールピースだったりとか、弦は裏通しだったりとか、あとはスモールピックガード、スモールっていうほどでもないんですけど、小さめのピックガード採用してたりとか、あとは丸型のジャックプレートがボディのトップについていたりとか、ヘッドロゴがですね、立体的なギブソンロゴという風な特徴がありました。その後ですね、1959年に生産が終わってしまうという風な、めちゃくちゃ短命なモデルですね。1958年から59年の間に生産されていた、フライング V っていうのがですね、わずか98本という風な形で、その中でもこのセットネックジョイントなので、折れてしまったりとかっていうのも中にはあると思いますんで、もうまさに現存している個体がめちゃくちゃ少ないっていうような話です。なのでその希少価値の高さからめちゃくちゃ高値で取引はされているというような話ですね。バーストと比較してどっちが高いんでしょうかね。知ってる方いたらコメントしてみてください。その後ですね、1960年代にですね、結構ギタリストの間で使用する方が増えてきて需要がどんどん高まっていくんですね。でその結果、1967年に復活を遂げるという風なモデルです。初期のモデルとの主な変更点なんですけども、ネックとボディがマホガニになっていたり、大きめのコントロールにピックアップだったりコントロールだったりっていうのを搭載していたりとか、あとはこのバイブローラテールピースを採用してますね。あとヘッドの部分に大きなトラスロットカバーが取り付けられておりまして、そこにギブソンのロゴがついているというような感じです。で現在流通しているモデルに関してはもう基本的にこの1967年のフライング V をベースに製作されていますね。でその後、細かい仕様変更を行いつつも、現在はエピフォンとギブソンと、ギブソンカスタムショップの3つのラインで製造されているというような特徴があります。フライング V の中でもいろんなモデルが存在してるんですけども、個人的にフライング V2 とかリバースフライング V とか辺りを初めて見た時はかなり衝撃を受けましたね。はい、そしてギブソンフライング V を愛用しているアーティストなんですけども、アルバート・キングだったりジミ・ヘンドリックスだったりマイケル・シェンカーとかザック・ワイルドとか、あとレニー・クラビッツ、ポール・スタンレー、ルドルフ・シェンカー、あと吉高文彦さん、あとは奥田民生さん、あと田辺義明さんなどですね。はい、このルックス的に、ロックの方が多い印象がありますね。あと余談なんですけども、ダウンタウンのガキの使いあらへんで世紀末のコピーをやる回があるんですけど、創世紀っていうバンドでやるんですけど、その時にまっちゃんがフライング V を持って弾いてましたねという余談です。続いてギブソンフライング V の特徴について解説していこうと思います。見ての通りこの V の字を反転した、独自のボディシェイプが最も特徴的かなと思いますね。近未来的な形状と言われていたみたいです。でこのフライング V はですね、もう座って弾くことは一切考えられていない、かっこよさを求めた、商用のモデルですね。ただこのモデルによってはボディの下部に滑り止めがついていたりもするので、全く弾けないっていうことはないモデルもあるみたいです。でボディ材がですね、基本的にフラットトップのマホガニーボディで、マホガニーネックローズウッド指板というような構成で、22フレット仕様とミディアムスケールですね。あとは指板のインレイはドットを採用していることが多いです。あとはヘッドストックですね、このちょっと尖ったようなヘッドシェイプになっておりまして、ハンバッカーを2機搭載していて、2ボリューム1トーン3ウェイのトグルスイッチという風なコントロールです。でブリッジがですね、チューンオマチックと、ストップテールピースか、このバイブローラーのテールピースか、あと裏通しかというような形ですね。あとはギブソンなので、ラッカーフィニッシュだったりセットネックジョイントを採用しているっていう風な点も特徴ですね。モデルによって大きく変わるんですけども、ざっとこんな感じです。この V のデザインなんですけども、ギブソン以外からもかなりさまざまな V シェイプが登場しておりまして、例えばですけどディーンとかジャクソンとか BC リッチとかヘイマーとか ESP とか、多くのブランドがオリジナルのデザインで制作していることで知られてますね。例えばなんですけども、この V の先端の部分がより鋭くなったキング V とか、あと左右非対称のシェイプを採用したランディ V とか、この V のギターをですね、店主が抱えているようなエンジェルクラシック V とか、そういった、オリジナルの V のモデルが、出てますね。それらの主要アーティストはですね、ランディ・ローズとかデイブ・ムスティンとかアレキシ・ライホとかケリー・キングとかアルフィーの高見沢さんとか、あとはラルク・アンシェルのケンさんなどですね。はい、ギブソンからこのフライング V っていうモデルが
登場していなかったら、これらのメーカーがゼロからフライング V を作っていたのか、もしくはキング V とかランディ V とかはもう存在しなかったのか気になるところですよね。はい。今回使用するのがこちらのギブソンカスタムショップ1967フライング V ですね。はい、こちらはですねギブソンの最高峰ラインである、カスタムショップで製造されたフライング V です。もちろんアメリカ製ですね。その通り1967年のフライング V をモチーフとしてまして、復刻版のフライング V を再現したモデルですね。木材がマホガニーボディの、マホガニーネックのローズウッド指板、そしてバイブローラーのテールピースとピックアップが、バーストバッカー2、3を搭載しておりまして、価格が中古で44万円で販売中でございます。ということで、ギブソンフライング V について解説してきたんですが、気になる部分サウンドだと思いますので、早速いつも通りクリーンとクランチとドライブで鳴らしていきます。ということで音聞いてみてください。ということで音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。いいですよね。やっぱりこのV シェイプならではのちょっとカラッとしたようなサウンドといいますか、めちゃくちゃミッドが気持ちいい感じで、なんかやっぱ泣きのフレーズとかすごい合うんじゃないかなと。その歪ませた時の感じもやっぱ綺麗ですし、クリーンとかでも綺麗なサウンドだったので、割とオールジャンル使えるようなギターなんじゃないかなと思いますね。この見た目に反してではあると思うんですけども、なんといってもこのフライング V、サウンドはもちろんですが、このルックスがもう抜群にかっこいいので、キッズ時代ですね、マイケル・シェンカーみたいに足に挟んで弾くみたいなのは憧れましたね。あれいつかやりたいなとか思ってました。このフライング V に関しては、一番最初に手にするようなギターではないと思うんですけど、ギター弾きの方はきっと一度は欲しくなるような、モデルなんじゃないかなと思いましたが、皆様いかがでしたでしょうか。フライング V にまつわる、思い出やら何やらありましたら、ぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。フライング V っていうと、ちょっと思い出がありまして、昔小沢もディーンのフライング V を持ってまして、ディーンの USA のモデルで、買った時はめちゃくちゃ歪ませたバンドをやってて、髪もちょっと長かったんでイケイケに弾けてたんですけど、妹の結婚式があって、その時に髪をバッサリ切ろうってなって、でかなり短くしたんですね。でその後その髪型のままライブやったんですけど、映像を見てるとなんか違和感がありまくって、単発フライング V ってあんまり個人的に合わないような感じがあって、でそれでちょっとやめようかなみたいな感じで手放すという風な、事件があったギターですね。でそれでライブ終わりにバンドメンバーと話してて、いやちょっと髪切ってやっぱどうかなみたいな感じで喫煙所で喋ってる時に、対バンのお客さんの方が「いやそんなことないですよ」みたいな「かっこよかったですよ」みたいなって言ってくれたお客さんがいて、でその人は僕がバンドをやってた間ずっと来てくれてるいいお客様でした。そんな感じの思い出が個人的にあるんですけど、フライング V もう一本なんかうち入ってきたのがあって、それちょっと紹介しようかなと思います。こちらですね。コリーナフライング V をモチーフとしたモデルなんですけども、制作者不明の、コリーナフライング V タイプですね。このコリーナのボディとネック、ローズウッド指板っていう風な組み合わせで、そこにですね希少なパーツを組み合わせて作られたモデルになってます。トラスロッドカバーがですねクリームトーン社製のエイジドのロッドカバーだったりとか、あとピックアップがモジョワックス社製のものを採用していたりとか、これがすごいのが4プライなんですけども、厚さが2ミリという風な、
希少なホワイトのピックガードを採用してます。コントロールノブがですね、マッチレスプロダクト社のエイジド仕様のノブを採用していて、セレクターのプラスチックパーツだったり、ブリッジだったりっていうのは DMC 社のものを採用していますね。でコンデンサーがですね、1940年製のものを採用しているというようなスペックですね。でピックアップがギブソンの57クラシックのアンダーワウンドというものが2機搭載されていまして、価格が中古で66万円で販売中でございます。でその詳細は不明なんですけども、音これめっちゃくちゃいいんですよね。オリジナルの、コリーナが今数千万ぐらいしていて、でギブソンでも D 種のモデルあるんですけども、だいたい150万ぐらいなので、ガンガンこう引き込めるコリーナ V を探している方、おすすめかなと思いますね。であとはですね、 V の生産数が98本っていうことは、そのオリジナルのケースも98個しかないっていう風な話で、復刻版ですけどブラウンスリムのV ケースかっこいいやつがついているので、マニアの方でもガンガン引き込みたいっていう方もおすすめな一本ですね。はい、ということでこの動画が面白かったという方はいいねとチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。感謝しております。 Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェックフォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-5-21 第2ロイヤルビル201ですね、北ショップとニック営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。せっかくなんでこれ音鳴らしてみますんで、よかったら聞いてみてください。